今日はモロッコ史上最大級の帝国ムワッヒド朝の歴史を見ていこう。12世紀から13世紀にかけて現在のモロッコ、アルジェリア、チュニジア、さらにスペイン南部まで支配した国家だよ。前回出てきたムラービト朝を滅ぼした王朝だね。そうだ。ではその大帝国を誕生から見ていこムラービト朝はサハラ砂漠の遊牧民から始まり、モロッコとアルアンダルスを統一した強大な王朝だったね。う。そう12世紀になると、そんなムラービト朝の中でイブン・トゥーマルトという人物が宗教活動を始める。どんな人だったの？モロッコ南部のアトラス山脈出身のベルベル人だ。若い頃にイスラム世界東部へ留学し、バグダードやメッカなどで宗教を学んだとされている。そして帰国後、ムラービト朝の宗教政策を激しく批判し始めた。何が不満だったの？イブン・トゥーマルトは、神は唯一絶対であり、人間はその唯一性を正しく理解しなければならないと主張した。そして彼はムラービト朝が神を正しく理解していないと考えた。市場や街頭で説教し、支配者や宗教指導者を批判した。当然ムラービト朝は警戒した。彼はマラケシュから追放される。追放された彼はアトラス山脈の山岳地帯で信者を集め始めた。彼は自らをマフディ、つまり救世主であると宣言した。彼の主張は多くのベルベル人部族を引きつけた。当時のベルベル人の中にはムラービト朝の支配に不満を持つ者も少なくなかったからだ。そして彼は軍事組織を整備し、反政府活動を開始すると、1130年に首都マラケシュ攻略を試みた。展開が早いな。しかしムラービト朝は強かった。彼は敗北し、その数ヶ月後に死去してしまう。やっぱり簡単には勝てないよね。でも彼には優秀な後継者がいた。それがアブドルムーミンだ。イブン・トゥーマルトが思想家なら、アブドルムーミンは実行者だった。彼はまずベルベル人部族をまとめ上げた。さらに軍政を整備し、組織的な征服戦争を開始する。反乱軍から国家になっていくんだ。その通り、1130年代から1140年代にかけて、ムワッヒド軍はモロッコ各地を制圧していった。ムラービト朝は反撃しなかったの？もちろんした。でもすでに国力は低下していた。アルアンダルスではキリスト教勢力の攻撃を受け、北アフリカでも反乱が続いていた。そして1147年、彼らはムラービト朝の首都マラケシュを陥落させた。約100年間続いたムラービト朝はここで終焉を迎える。王朝交代が起こったんだね。アブドルムーミンはここからさらに征服を続ける。まず現在のアルジェリアだ。1150年代までにアルジェリアの主要都市を支配下に置いた。さらに1160年代までにチュニジアの大部分も征服した。しかもアブドルムーミンは海軍も整備した。アルアンダルスへ進出するためだ。当時のアルアンダルスではムラービト朝崩壊後の混乱により、各地の都市や有力者が独立し始めていた。そこでアブドルムーミンは大軍を派遣し、セビリアやコルドバなどを支配下に置いていった。ムラービト朝が作った帝国をそのまま引き継ぐ感じかな。結果的にはそうなった。しかも北アフリカ側の支配はムラービト朝より安定していた。アブドルムーミンってかなり有能だったんだね。歴史家の多くは彼をムワヒド朝最大の建設者と評価している。革命家のイブン・トゥーマルトと帝国建設者のアブドルムーミン、役割分担がはっきりしてるね。その結果、12世紀後半にはムワヒド朝は西イスラム世界最大の国家へ成長した。そしてその全盛期は次の世代に訪れる。アブドルムーミンの死後も王朝は存続した。息子のアブー・ヤークーブ・ユーススが後を継ぎ、アルアンダルス支配の強化を進める。しかし1184年、ポルトガル遠征中に戦死してしまう。そこで即位したのが、後にムワヒド朝最大の名君と呼ばれるヤークーブ・アル・マンスールだ。どんな人物だったの？祖父アブドルムーミンが帝国を築き、父アブー・ヤークーブ・ユーススがそれを維持したとすれば、ヤークーブ・アル・マンスールは帝国を最盛期へ導いた人物だった。即位当初は反乱の鎮圧や権力基盤の確立に追われたが、数年で国内を安定させることに成功する。彼が直面した最大の課題はアルアンダルスだった。当時イベリア半島北部のキリスト教諸国は勢力を拡大していた。特にカスティーレ王国はトレドを拠点に南下を続けており、イスラム勢力との対立は激化していた。そして1190年代になると、カスティーレ王アルフォンソ8世は本格的な攻勢に出る。国境地帯の城塞を奪い、ムワッヒド朝の支配地域へ圧力を加え始めた。ムワッヒド朝にとって危険な状況だったんだね。そうだ。もしアルアンダルスを失えば、ジブラルタル海峡の向こう側で築いた帝国の半分を失うことになる。ヤークーブ・アル・マンスールは北アフリカから大軍を集め、自ら海峡を渡った。1195年、両軍はダマンタ地方のアラルコスで激突する。この戦いの規模は非常に大きかった。アルフォンソ8世はカスティーレ軍を率い、レコンキスタをさらに進めるつもりだった。一方のヤークーブ・アル・マンスールは、ベルベル人騎兵、アラブ人部隊、アルアンダルスの兵士たちを率いて迎え撃った。戦闘が始まると、ムワッヒド軍は表面からの攻撃だけでなく、側面への圧力を加えながら徐々にカスティーレ軍を包囲していった。
やがてカスティーレ軍の戦列は崩壊する。アルフォンソ8世自身はかろうじて脱出したが、軍は壊滅的な損害を受けた。ムアヒド朝の大勝利だね。その通り、この勝利はイスラム世界全体に衝撃を与えた。11世紀に村人朝のユースフ・イブン・ターシュフィーンがカグラハスの戦いで勝利して以来最大の対キリスト教勢力勝利とも言われた。ヤークーブはこの戦いの後、アルマンスール、つまり神によって勝利を与えられた者という称号を名乗るようになる。後世の歴史家の多くはこのアラルコスの勝利をムワッヒド朝の頂点と考えている。なぜならこの時点では北アフリカは完全に支配下にあり、アルアンダルスも保持していた。そして最大の敵であるカスティーレ王国を撃破したからだ。実際1195年当時の人々は今後もイスラム勢力がイベリア半島で優位を維持する可能性が十分あると考えていた。後の歴史を知っていると意外だね。歴史は結果を知っていると当然に見える。でも当時の人々にとって未来はわからない。1195年の時点ではレコンキスタが最終的に成功するかどうかはただ決まっていなかった。そして軍事面だけでなく文化面でもムワッヒド朝は繁栄を迎えていた。その中心となった都市がセビリアだ。コルドバじゃないんだ。コルドバも重要だったが、ムワッヒド朝時代にはセビリアの重要性が急速に高まった。グアダルキビル川を利用した交通の便がよく、北アフリカとの連絡もしやすかったからだ。ヤークーブ・アルマンスールはセビリアを事実上の副都として整備した。この時代の最大の建築事業が大モスク建設だった。現在のセビリア大聖堂が建っている場所にはもともとムワッヒド朝の壮大なモスクが存在していた。礼拝堂は広大で数万人規模の信徒を収容できたと考えられている。そしてそのモスクのミナレットとして建設されたのが現在もセビリアの象徴として残るヒラルダの塔だ。今でも残っているんだよね。そう、高さは約100メートルに達する。内部には階段ではなく緩やかな坂道が設けられていたため、役人や警備兵が馬に乗ったまま上まで登ることができたと言われている。13世紀以降にキリスト教勢力がセビリアを征服するとモスクは取り壊された。しかしヒラルダの塔だけは残された。現在のセビリア大聖堂の鐘楼はこのムワッヒド朝時代の塔を基礎としている。つまり現代スペインを代表する景観の一つは実はムワッヒド朝の遺産なんだ。同じ頃モロッコでも壮大な建築事業が進んでいた。マラケシュのクトビーヤモスクやラバトのハサン島はその代表例だ。これらの建築には共通した特徴がある。余計な装飾を抑え、大規模な空間と均整の取れた構造を重視することだ。これは創始者イブン・トゥーマルトの宗教思想とも関係している。ムワッヒド朝は神の唯一性を強調する改革運動から始まったため、建築にもある種の厳格さが反映されていた。文化面では建築以外に何かある？もちろんある。むしろ世界的に重要なのは学問の方だ。この時代に活躍した人物として特に有名なのがブングシュドだ。彼は法学者であり、医師であり、哲学者でもあった。特に有名なのがアリストテレス研究だ。当時のヨーロッパでは古代ギリシア哲学の多くが失われていた。しかしイスラム世界ではアラビア語に翻訳され、研究が続いていた。イブン・ルシュドはアリストテレスの著作に詳細な注釈を書き、その思想を体系的に整理した。12世紀から13世紀にかけてトレドではアラビア語で書かれた文献が盛んにラテン語に翻訳されていた。大翻訳時代か。トレドで翻訳されたのはイブン・ルシュドやイブン・シーナーに代表されるイスラーム学者の書物だけではない。アリストテレス、デウクレーデス、プトレマイオス、ヒポクラテスなどギリシア・ヘレニズム時代の哲学者、科学者の書物がここでアラビア語からラテン語に翻訳されヨーロッパに伝えられた。そしてイブン・ルシュドは単なる注釈者ではない。彼はアリストテレスを最も正確に理解した人物として中世ヨーロッパで絶大な評価を受けた。彼の著作は次々とラテン語に翻訳され、特にパリ大学の神学者たちは熱心に研究を重ねた。ハルベルトス・マグヌスやその弟子のトマス・アクイナスが有名だね。イブン・ルシュドの思想は中世ヨーロッパのスコラ哲学に大きな影響を与え、後々的発展の重要な礎となったんだ。1199年にヤークーブ・アルマンスールが死去すると、ムワッヒド朝は息子のムハンマド・アンナーセルの時代に入る。英国の藩とそのものは変わらなかった。しかし北アフリカ各地では部族勢力の不満が高まり始めていた。ムワッヒド朝はもともとベルベル人の宗教改革運動から始まった王朝だった。しかし帝国が巨大化すると地方の有力者や部族を統制するために多くの妥協が必要になった。一方アルアンダルスでは例のカスティーレ王アルフォンソ8世だ。ハラルコスで敗れた後、元土朝来を図っていたのか。彼は長い年月をかけて軍事力を再建した。さらに重要だったのは外交。彼はこれまで対立することが多かったキリスト教勢力の結集を図った。これまでのカスティーレはアラゴンと対立することも珍しくなかったし、ナバラ王国やレオン王国との関係も複雑だった。しかしアルフォンソ8世はムワッヒド朝を共通の敵として各国を結集させようとした。そこへローマ教皇インノケンティウス3世も協力する。教皇はムワッヒド朝との戦争を十字軍として位置づけ、
各地の騎士たちに参戦を呼びかけた。ムハンマド・アンナースルも危機を理解していた。彼は北アフリカ各地から兵を集め、ジブラルタル海峡を渡ってアルアンダルスへ入った。当時の資料には数十万とも記されるが、実際にはもっと少なかっただろう。それでも当時としては極めて大規模な軍隊だった。1212年7月、両軍はシエラモレナ山脈付近で対峙した。イベリア半島史上最大級の決戦、ラスナバス・デ・トロスの戦いだ。世界史に残る決戦だね。1212年という年代も覚えやすいからぜひ覚えておこう。ムワッヒド軍は防御に適した陣地を築き、山岳地帯を利用して敵の進軍を阻もうとした。一方のキリスト教連合軍は険しい山道を突破し、ムワッヒド軍の前面に現れることに成功する。そして7月16日、決戦が始まった。戦闘序盤、ムワッヒド軍は前線した。前衛部隊は連合軍の攻撃を受け止め、戦線はしばらく膠着状態となる。しかし戦闘が長引くにつれて状況は変わった。カスティーレ軍、アラボン軍、ナバラ軍は次々と攻撃を繰り返し、ムワッヒド軍の防衛線を押し込んでいく。やがて連合軍はムワッヒド軍の中枢へ到達した。ムハンマド・アンナースルの本営が危険にさらされる。戦線は崩壊し、ムワッヒド軍は総退却を始めた。こうしてラスナバスでトロスの戦いはキリスト教勢力の勝利に終わった。この戦いの重要性は単なる一敗戦ではない。それまでムワッヒド朝にはアルアンダルスを守り続ける力があると考えられていた。だがラスナバスでトロサイ後、その前提が崩れる。以後、イスラム勢力がイベリア半島全体の主導権を取り戻すことは二度となかった。つまりデコンキスタの流れがほぼ確定した戦いだったと言える。戦いの後、ムハンマド・アンナースルはモロッコへ帰還した。しかし威信は大きく失われ、翌1213年に死去する。以後のムワッヒド朝では有力な君主が現れなかった。北アフリカ各地では部族勢力が独立の動きを見せ始める。司法総督たちも中央政府の命令に従わなくなっていった。そしてアルアンダルスではさらに深刻な事態が起きる。キリスト教勢力が一気に南下を開始したのだ。1236年、カスティーレ王フェルナンド3世はコルドバを征服する。コルドバは古ウマイヤ朝の首都として栄えた都市だった。イスラム世界にとって象徴的な都市を失ったことになる。かなり大きな出来事だね。さらに1238年にはバレンシアがアラボン王国に征服される。そして1248年にはテビリアも陥落した。かつてムワッヒド朝が副都として整備し、ヒラルダの塔や大モスクを建設した都市だ。そのセビリアが失われたことで、アルアンダルスにおけるムワッヒド朝の支配は事実上終わった。以後、イスラム勢力はグラナダ周辺に縮小する。やがて成立するナスル朝グラナダ王国がイベリア半島最後のイスラム国家となる。一方、北アフリカでも王朝の解体が進んでいた。現在のチュニジアではガフス朝が独立する。アルジェリア方面でも中央政府の支配は弱体化した。そしてモロッコでは新たなベルベル人王朝であるマリーン朝が勢力を拡大する。1244年、マリーン朝はバラケシュを占領した。これによってムワッヒド朝は事実上滅亡する。イブントゥー・マルトがアトラス山脈で始めた宗教改革運動は瞬く間にティシチ仲介最大の帝国へ成長した。その帝国はモロッコからチュニジアまでを統一し、アルアンダルスを支配し、デコンキスタに対抗した。さらにヒラルダの塔やクトビーやモスクを建設し、イブン・ルシュドのような学者を保護した。ベルベル人が築いた帝国の記憶は現在のモロッコの歴史意識の中に今も残っているんだね。そうだね。ムワッヒド朝は北アフリカとアルアンダルスを結びつけ、西イスラム世界の歴史を大きく動かした帝国だったんだ。このチャンネルでは世界の歴史を学校で習う歴史よりももう少し詳しく紹介していくよ。これからもいろいろな歴史関連の情報を発信するので、この動画が気に入ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくね。ではまた次の動画でお会いしましょう。